下半身の回転がええご自身ではい加減しているようなスイングになってらっしゃるんですね。なるほど。関節の位置を気にすると、はナイススイングが連発できますへえ。はい、ねゴルフと野球は内側がやられるんですよ。めちゃくちゃいいスイングです。なんか気持ちいいかも。スイング距離もちょっと戻るかもしれないですね。触り方もいやいやいやみたいなこうやるんじゃないかと思ったんですけど、はい後半は信じきったんで、ああ、よかったです。明日以降が楽しみ。そうですね。はい、頑張ります。僕の中で神の手って言われた人3人いて1人亡くなったんで、また3人目が。ああ、補充していただきました。そうそう、神の手です。みんな大好きデーブ大久保さんです。よろしくお願いします。お願いします。どうもそうなります。ようこそお越しくださいました。はい、このチャンネルにはいお越しいただけるということは、体でお悩みということですかね。はい。お悩みを聞かせていただいてよろしいでしょうか。はい。現役は引退して、はいまあだいぶ経つんですけど、プロゴルファーとしてだいぶ活動してるんで、はい日々こう練習もする、はいラウンドもするっていうと数を重ねたい、でも痛くて重ねられない。まあテニス人みたいになってみたり、はい右腰は慢性的にもう月に1回チェックしてもらうってはいいう状態があって、体重は15、6キロ落ちちゃったんですけど、この2、3ヶ月で。すごい。今年2、3ヶ月で。してないのそうなんです。すごい。酔っ払ってもう10年ぐらい前に横になって寝たらここ石灰化してあ、はい。整形で注射針で入れてバンバン抜くみたいな、うん、はい。だからそういうことが起きやすくなっちゃってて、はい。まあ、痛いとこだらけですよね。はい。まあ慢性的なってことですよね。そうですねはい大好物です。あ、はい。ありがとうございます。はい、今日は全は部一回リセットしてはい書いていただければと。そうですねはいありがとうございで、すごいいいことをおっしゃってくれて、ゴルフのお話していただいたじゃないですか。ええ下半身の回転がええご自身ではい加減しているようなスイングになってらっしゃるんですね。なるほど。後で検証しますけども、はい下半身の関節が回転した分までしか腰が回転できないんですよ。なるほどはいそうすると思いっきりスイングを打つときに、はい自分の腰で止めちゃうと、はいボールを打とうとしたエネルギーが全部腰に溜まっちゃうんですよ。なので腰に来ると。なるほど。ってことはその状況を改善するには足から見ていかないといけないですね。あとスイング、ゴルフって再現性と正確性を競うスポーツじゃないですか。そうですね。ティーがあってはい。そこのところからの距離を気にしてやるそうですと再現できると。はいその時に関節の位置を気にすると、はナイススイングが連発できます。へーはい、今日ちょっと検証してぜひお願いしますはいやっていこうと思いますのでよろしくお願いしまい。お願いす。します。プロゴルファーってことでもう私が言うのもおこがましいんですけども、ご自身のスイングをちょっと分析して喋っていただいてもいいですか。体重が落ちる前はいの体重の時が、まあ、3年前で、去年ちょっとジャイアンツのコーチやってたんで、はい1年ゴルフやってないんですけど、はいで一昨年のデータになるんですけど、で体重が落ちてから、はい距離ももう 10% 落ちたんです。だからキャリーで300いってたんですよ。はいはいピッチングで150ヤードいってたのが、はいはい今キャリーで270、ピッチングが135、はい。もうほん見事にデータで出ちゃってうーるんですよ。ん。だから振り方忘れちゃってるのか、だあからすごく今気はいになってて、うんだから今やってるのは、はい僕のミスっていうのはこうクラブフェイスがこっちやや閉じて左に行くミスがアイアンでも受ける。はいなんでちょっとクラブを最初に開いて、はいそれは井上徹さんってコーチがツアーのコーチやって今東大のゴルフ部の監督やってる人がいて、もう長年僕の専属コーチなんですけど、はいそのコーチがちょっと開いてクラブを構えてスティンガーっていう昔タイガー・ウッズがこう開いたままはい体で当てていくっていうのえをイメージしましょうってういう。ん、はい。それがデーブさんに合ってるであろうと。合ってる、うんハンドファーストでクラブを立てて使うのが上手だったらしいんですけど、それがだんだんゴルフやってなかったらハンドレイトぐらいになって、うんだからこうロフトがつきすぎて球が上がるって抑えが効かない球になってたんですよ。はい。まあ、さっき先生がおっしゃった再現性とかっていう中の自分がはい打って気持ちいい、はいスイングもいいはい。で結果がいい、この3つ揃わなきゃダメって言われてて、うんだから結果が良くても自分が気持ち悪くなってダメ、うん。はいいいスイングができたでも結果が悪くちゃダメみたいな、うんだからそれ揃いのように頑張りましょうっていう、はい簡単に言えばもう構えた時アライメントがちょっと変わってるだけでも気持ち悪い気持ち悪いなっていうのはもうダメです、すごくいいお話です。今、はいそうアライメントなんですよ。ええやっぱりそこは注目されてましたか。そうですね。あ、そうなんです。そのアライメントがずれてたとしたらどうしますか。それも打っちゃうんですよね。結局もうなんか合わせて回らないから。そうですよね。そうなんです。そうなんです。そこで大事なのが関節のアライメントをまず正すことなんですよ。なので昔と違ったアライメントになってるとセットポイントが全部ずれていくんで分かんなくなっちゃうんですよね。横田真一っていう、まあ、水戸の後輩で、まあ、そこそこ有名な強いプロがいて、はいやっぱ50過ぎてシニアにはい。やつも入ってきたんですけど、はい50過ぎた選手はもうみんな感覚がずれちゃってて、リハビリしながらゴルフやってるっていうわはい。じゃあどこにスポットが当たるかっていうと、筋肉とかってやっぱスポットって当たりやすいじゃないですか。痩せたからその分だけ筋肉落ちたから単純に飛距離が落ちてるんだよとか、パワーに視点が当たりやすいんですけど、関節のアライメントだったり関節位置、そして関節が持つパワーを使うと筋肉のパワーを補うことができるんですよ。ですのでそれを意識するポイントをお話しさせていただいて、アライメントがそもそもずれてるとセットポイントがずれるわけですね。そうするとご自身の思い描いてるスイングと違うスイングになっちゃうんで、これが多分気持ち悪いって表現に変わってるんだと思うんです。ですからアライメントを揃えて毎回この正確なスイングっていう風に今日はちょっと改善していこうかなと。はい。じゃあまず今の状態のスイン
ング、気持ちいいスイングっていうのをちょっとじゃあ再現していただいてもいいかな。わかりました。ああ、なるほど、なるほど。背中の方はあんまり回転させないで、こう叩きつけるようなスイングがやっぱ進められてますか？僕は基本ダウンブローに打つっていう。このドライバーをこうアッパーブローに打ってこういう回転をつける。飛ばしたいからそれやろうかっていう話も出てるんですけど、まあそうじゃなくて今まで通りこうややダウンブローに打って曲がらないんですよ、ダウンブローの方は。ダウンブローってのはやや立ってこうクラブが入ってくるんで、上がりもづらくなって、昔それでバーンってからビューッと上がってったのが今上がんなくなっちゃってて、その時に一番ご自身が意識してるところってどこになってますか？僕は基本右手になっちゃってるんですよ。あ、ですよね。下半身をどう使うっていうよりも右手で打つっていう感覚がなんかすごく自分にしっくりきて、両手で打つってなった時はだいぶフラットに多分こうクラブが上がるようになっちゃってて、それ右手で打つってなってからややこうアップライトに自分が上げやすいところに上がるようになって、多分みんなプロゴルファーってどこに気持ちよく上げれるかっていうのが最大の取っかかりには大事なところで、ジャンボ崎さんのこうコンペというか試合があって立尾さんも練習してて、ジャンボさん座って見て、で僕も後ろで見てテッドさんの後に打とうと思ったら、テッドさん気持ちよくテイクバック上がるんですよ。そしたらやっぱジャンボさんが「立尾お前は本当に気持ちよくテイクバック流れお前は悩んだことないな」って「俺は常に悩んでる」と「ジャンボさんも悩んでんだ」みたいな。そうですよね。テイクバックがどこに上がっていくかっていうのが大事になってくると、僕は右手で上げた方が一番無難です。だからちょっとチンバックしてあげるとここに当たらないっていう、チンバックしてボンと当たっちゃうんで、やっぱりそのスイングとかって相性とかもあるじゃないですか。もちろんその今習われてるコーチの理論っていうのが軸にあって、それプラスで私がアドバイスできるのが、足首の関節の位置が今一体どこにあるのかっていうのを意識すると毎回決まったスイングできるんですね。というのは足首の関節が動いた範囲までしかこっから上って動かないようになってるんですよ。ちょっとやってみましょうか。ちょっとスイングするときに一切ここをねじらないままスイングしてください。全然体回らないですよね。じゃあ足首を回転させていいんで、やってください。こうですね。どこまででもいけますよね。足首は決めてるんですよ、スイングって。なのでセットポイントを足首のこの移動ですね、左から右、右から左っていう時に自分の足首の関節、これが中心です、この関節が今一体どこにあるのかって意識して最後にこういうふうに蹴り出すっていうのを意識すると、関節から生まれたエネルギーが上に上がってくるんですよ、そして腰も回転が自然にできるようになります、この回転がどっかで止められてしまうと足首は回転しきらないで、腰の回転が止まると腰に全部ダメージが残りますんで、スパンと抜くには足首の回転を気にしていただく。すると自然なスイングができます。で、私がアライメント直しますんで、それで比べていただいて振りやすくなると思いますから。ではやってみましょう。基本的に右足だけに注目すると、こういう動きになるはずなんですね。一番最後に決めのこれ関節をこう回転させて、つま先立ちになってここで蹴るっていうのがポイントで、ウィンドラス機構っていってこの範囲のことですね、ここでエネルギーを生み出してるんですよ。なのでここをいかにバンとこう最後蹴り上げるかで、ここから上に伝わるエネルギーが全部変わってくるんですね。逆に言うとこれがちゃんと回転しきらないで途中で止めてしまって蹴り出しができないと、エネルギーが中途半端で上半身の手打ちになってきます。なるほど。広島市民球場で、スイングしてひっくり返ったらお客喜ぶなと思って、広島市民球場ってすごい土が柔らかくて、ベンチから見たら足首潜ってるぐらい膨られるんですよ。その時左ピッチャーだってフォークが多いんでちょっと前だったら、そしてひっくり返ろうと思って穴にボコンと入ってバキバキッと落としたんですよね。で折れてなかったんですけど、1ヶ月半ぐらいギブスして復帰まで3ヶ月かかったぐらいだから、それが最後ですもん。そうですよね。アライメントがずれてしまったままになってて、アライメントがずれると何が起きるかっていうと、アライメントがきっちりはまってるから正常な回転が生み出せるんですね。ところがアライメントがずれてると引っかかって回りきんなくなっちゃうんですよ。そうするとここが回らないのどうするかって言ったら、膝の回転で補って、膝の回転が限界きたら今度股関節で補って、股関節が回らないものを腰で補ってって最後腰が得られるんです。なのでまずはここが正常な回転をするように戻してあげないと不自然なスイング。ずれっぱなしだったってことですかね。外れっぱなしです。でどこがおかしいかというとこれなんですよ。痛いですよね。これは心外受容
反応って言って、関節位置がずれてるとこれ起きる現象なんですよ。関節技ってあるじゃないですか。あれ何やってるかっていうと、このセンサーを作動させる技なんですよね。これ関節が決まってる状態なんです。これ痛いですよね。痛いです。はい。ちなみにこっちなんですけど、普通はね痛くも痒くもないですよ。確かに。これが正常。アライメントがずれてる状態はこうなるんです。はい。外れてます。外れてるからこの回転がうまくできなくて、他のとこで補ったスイングになって、もちろんそれは不自然じゃないですか。だから再現性、正確性はないんですよ。その時回りきらなかったはいいや、膝でフォローしようとか股関節でフォローしようってスイングごとにやってらっしゃるから気持ち悪いわけです。なるほど。左膝も高校の時にこう乗られて、バケーンと落としたっす。ああ、そうなんですか。こんな腫れて、当時は人体とかあんまり言う先生がいなくて、整骨院化されて、緑の湿布貼るて終わりみたいな。それでもダメで、して整形外科もう一回ちょっと大きいとこ行ったら、抜いたらもう血がえらい出てきて、もう血やってが出た時点で人体やってんだよねって言われたの。まあそれがプロ入ってからです。あ、そうなんですね。それまでもそのままやってたっす。すごいですね。逆に才能ですね。そんな状態でプロに。すごい。おそらくこれも同じ状況になってると思います。はい。で、右足首が悪い状況をカバーするのって左膝になっちゃうんですよね。ただでさえ怪我してるのにこっちに負担をかけるしかなくなります。で、左膝が限界きましたと。そのフォローするのって右の股関節と右の腰のこのくの字バランスになるんですよ。調子合わすわけじゃなくて、歩いてたら、この辺張るんだよなって、いいスイングになってきたのかなって帰って逆に思ってたんですよ。ターンして11番とか言うと張ってんだよな。そうですよね。左膝をカバーした動きが多いと張ってきます。右でフォローするしかなくなっちゃうんで。知り合いと歩こうっつって階段5、6段歩いた時に左膝がえらい痛くて、ですよね。もう階段これ無理だよって。ラウンドしてる時のアップダウンは大丈夫だったんですよ。降りる時いつも痛かったんですけど、上がる時痛くなっちゃって、しかも体重が落ちてるから膝は良くなってるはずだと思うじゃないですか。そうですよね、普通は。全然でしたね、膝。そうなんです。筋肉があってもなくても体重が落ちても関節の状況がダメならそれは痛みに変わっちゃうんです。この状況があらゆる関節で起きてるってことなんですよ。なのでこれをまず戻さないとねじれたりかばった使い方をするんで、ご自身の頭で思い描いてるイメージと変わっちゃうわけですよね。これが気持ち悪いって表現されてるんだと思うんです。思った通りのスイングできない。関節のこれミスアライメントって言います。ずれてることを。こっちねじれてますよね。ちょっと正面から撮っていただくと分かるんですけど、中心線で見た時にこっちのがガバってねじれてるはずなんですよ。外側に。これマラライメントって言います。海外ではミスアライメント、マラライメントって当たり前使うんですけど、日本だとあんま馴染みないんですよね。なので知らないと思うんですけど、こういうねじれを解消するとか、ミスアライメント、傾きを解消するってしない限り、まっすぐ立てないし、ちゃんと動かすことはできない筋肉を。その無理がたたってくるってことなんですよ。はい。なので一個一個調整していきます。で、まずですね、ここの骨と、ここの骨、かかとの骨が連動してますんで、でこれがね、脱臼してるので、これはめますね。全然怖くないです。いきますよ。はい、はまりました。そうなんですか。はい、どうですか。痛くはないですね。自然な反応すぎて大丈夫かな。痛くないですよね。痛くないです。これがはまった状態なんです。あ、そうなんですか。さっき痛かったじゃないですか。痛かった。こんなに押しても痛くないですよね。これが脱臼がはまった状態。これだけではめれるんですよ。ここが外れてたんで、ここの骨とかかとの骨って連動してるんですよね。デーブさんはここのかかとの関節の動きが全然ないんで、こういうねじる動きが苦手なんですよね。ですからここを直します。聞いててください。聞こえました。これは分かりやすいですね。はい、今かかとの骨をはめました。ごめんなさい、分かりやすくわざと触ったんですけど、これも段差ができるぐらい傾いてずれてます。こういう状態になってる。寝てても捻挫するんですよ。医者に聞いたら、ベッドとかホテルで泊まると、酔っ払うとそのままガサって全部上げずに足入れてるじゃないですか。シーツがはまってんのに。あれでそのまま寝たら捻挫するんですよ。なるほど。ラウンドして歩いてても、右足が上がってるところは気持ちよく歩けるんです。こっちが下がってるところは気持ち悪いです。そうですよね。なんでそういうことが起きるかっていうと、僕捻挫したからそうなったと思ったんですよね。昔の捻挫の時にアライメントがずれたからなんですよね。なので正しい位置が分かんなくなってる。だから全ての動きが気持ち悪いんですよ。どこに体重かけていいのか分かんないよって状態になります。で最後にこれですね。1段階目でここがずれて、2段階目でこれにつられてここがずれるんですよ。これにつられて最後ここがずれるんですけど、ここが回転すると地面に対してこういう状況になって、これ浮き指って状態なんですよね。地面に対して指が浮いてしまう。そうするとこのまま足つくとぐねって捻挫しちゃうんで、親指をぐーっとこう入れてこういう歩きになるんですよ。だから歩いてる時に常にこうやって回転しながら歩いてる。だから気持ち悪いんです。だからこの回転を止めてまっすぐこうやって動くようにしないと、その気持ち悪さは抜けなくて、その気持ち悪いのをかばった使い方するんで無理が出てくるってことなんですよ。直しましょうね。痛いですよね。はめます。はい。どうですか。
痛くないです。痛くないですよね。はい。これでまっすぐ立つことできますから。はい。じゃあ次に左膝ですね。正しいスイングをするためにこれがねじれすぎてるんで、左膝をちょっと調整します。はい。次に右足首のこれ外れてたんで、これをカバーするのは左に頼ることになります。そうすると、この半月板のところですね。このずれるとここに来るんですよ。はい。違和感ありませんか？あります。これ。痛いですよ。痛いですよね。これが関節が悲鳴を上げてる SOS の状態。じゃあ、いい方やってみましょうか。痛くないですよ、普通は。気持ちいいですもんね。気持ちいいぐらいですよね。ただのマッサージになるところが、関節のずれてるとここうやって触られるとめちゃくちゃ痛い。このアライメントがずれてるところから軟骨同士が当たりすぎるようになって、自分の動きで削っていっちゃうんです、こうやって。変形しそうです、ここ。尖ってるって言われました。で、新しい骨ができだしちゃってる。ですよね。腰も膝も。ですよね。これなんでかっていうと、アライメントがずれて軟骨同士がぶつかってるんですよ。なので、ぶつかんない位置にカチリと戻さないと、自分が動けば動くほど軟骨をすり減らすことになるんですね。これを覚えておいてくださいね。では直しましょうか。はい。聞こえました？聞こえましたね。はい。これ痛みどうですかね。さっきと同じとこ触ってます？って皆さんおっしゃいます。痛みどうですか？痛くないです。消えるんですよ。関節の SOS が消えるんで、痛覚に訴えなくなるんですよね。これがアライメントを戻すということです。次にこれをカバーしているのは、右の股関節。内転筋とおっしゃってましたよね。これ内転筋に見せかけた大腰筋がやられてますよね、これ。そうなんですか？痛いですよね。痛いです。はい。これ普通こうなんですよ。これです、大腰筋。これ。痛いですよね。ここがやられるのは、股関節がここずれてるのが一つ。痛いですよね。はい。痛くないですよ、普通は。これをカバーするのに、ここに重心を預けてるんですよ。これが前連といって、前側にこうねじれて前に出て、ずれた時に、ここを通過する大腰筋ってところ、ここに癒着を起こして、これが痛いようなんですね、どうやら。ご了承しますよね。じゃあこれ覚えておいてくださいね。癒着取りますね。この2つの筋肉の。よし。どうですか？確かに。痛み感じないですね。感じないですね。すっごく静かなリアクションですけど大丈夫ですかね。でも素でいいですよね。なんでかなその不思議ですよね。はい。で次にこれ股関節外れてるんでここはめ直しますね。これです。これ。よいしょ。どうですか？痛み感じないですよね。はい。これがはまった状態です。そんな軽く触っただけでそんなになっちゃうんですか？癒着も関節も位置さえ分かってればちょっと戻してあげるだけで勝手に前の組織が元の位置にパチンって戻してくれるんですよ。ゴムみたいに。はい。次にここ固まってます。腸骨筋っていうところですね。ここは骨盤のこの回線に関わるとこなんで、足をこういう風に持ち上げたり、こう動かしたり。でこれが固まって癒着したまま動いてないですよ。そうするとこっち側で腰を回すしかなくなっちゃうんです。だから腰がやられる。はい。じゃあこれ取りましょうね。ここです、これ。痛いですよね。これをこういう風にします。はい。どうですか？痛み感じますね。はい。で、あとこれ、足を曲げた時に、挟まる感じってあります？こうやってやった時に、ここが挟まる感じするとかってあります？ここまで上げることがないんで、あんま感じたことないです。あ、普段は。なるほど。これも大丈夫です。はい。足を引きずって、ガニ股のまんまこうやってガニ股歩行してると、ここを使って歩くようになるんですよ。で、これがですね、この固まっちゃうと、股関節が上がんなくなって、股関節が動かないんで腰で全部カバーようになって腰やられちゃうんですよ。なので、ここが柔らかくないと回転も邪魔されます。ゴルフの。これですね、ここのところ。はい。じゃあこれ取りますよ。これ、硬いですよね。はい。これ、こうします。どうですか？なんでだろう。はい。これが技術なんですよ。上がりやすくなってるの分かりますかね？確かに。はい。上がりやすいでしょ？はい。引っかからなくなってですね。で、次に大腰筋ですね。ここの筋肉って最後、腰で終わってるんですね。ここを通過します。これとこれセット。ほら、こっち。痛くないですよね。はい。こっちだけだと思います。だから右腰やられるんですよ。はい。腰をスイングの時に捻転させるのは、後でうつ伏せで皆さんにお見せしますけども、ここなんですね。だからこことここが原因で腰が痛いんです。で、この環境を作ってるのは股関節、膝、足首ってことなんですよね。はい。じゃあこれ取りましょう、次。これ押されたらめっちゃ痛いですよね。はい。じゃあこれ取りますよ。これをね、こういう風にするんですよ。はい。どうですか？ほら。これ見た目に分かりやすいと思うんです。さっきよりもこうやって指を突っ込めるから。痛みどうですか？痛くないですね、全く。痛くないですよね。はい。ちょっと先に肘を見せていただきます。両方ですか？基本左ですね。基本左。でも右もだ。8があるってこっちは3ぐらいな感じです。はいはい。肘のここが痛いんですよね。外側ですよね。ここで矛盾が生じるんですよ。何かっていうと、テニス肘の症状なんですね。ゴルフと野球は内側がやられるんですよ。クラブを持ってるとして、こうやった時に内側を軸に回転してるんです。
ですので、外側が痛くなるっていうのは手打ちになってるってことです。最後、下半身の関節が、回らないから、その回転がエネルギーがうまく乗ってないんで、腕の力でこうやってやるんで、テニスみたいな打ち方になって、テニス選手と同じとこはやられるんです。痛いでしょ？痛いです。普通はこっちがやられるんです。そうですか。腕に力が入ってない人ほどこっちがやられます。これゴルフ肘って名前がついてるぐらい。野球もそうですね。野球もこうやって内側にこうストレスかけるんで。テニスはバックハンドでこうやってやるんで、これをやりすぎるとここがやられるんですよ。ってことはデーブさんは知らず知らずのうちに腕にめちゃくちゃ力を入れてやってるってことなんです。ですから、その方その方の体にどんな使い方をしてるかって実は答えが出てて、それを見つけてあげて潰してあげないとなかなか治る環境が整わないってことなんですね。で、ちなみに、そもそも手首が先におかしいと思います、これ。手首心当たりないですか？手首ありますよ。あります？これどうしました？ここ骨折です。そうなんですか？骨折して、やっぱここも3ヶ月があったんです。ギブスやって。左は痛めた記憶ないですか？ここも骨折です。ほら。やらせのように悪いところ。はい、そうなんです。これなんで手首ってお聞きしたかっていうと、手首のこちら側の動きとここが連動してるんですよ。こちら側の動きとここが連動してるんで、こっちがやられてると、こっちでカバーするしかないんですね。これは足首が動かなかったら膝でカバーするのと同じ理屈です。だからこれを直そうと思ったら、手首から良くしないと解決にならないってことなんですね。ここですね。これ外れてます、これ。わかりますか？外れてます。じゃあ、はめ直しますからね。これはめないと、ここでカバーする動きが、そう、痛いですよね、これ。戻していきましょう。いきますよ。違和感あります？ないです。ないですよね。これで手首がはまりました。改めて触ってみますよ。どうですか？確かに。痛くないですよね。気持ちいいですよね。はい。肘が痛ければ、肘のせいだと思うじゃないですか。違うんですよ。どこからかの悪い影響を受けて、ギブアップしてただけなんです。犯人はこれだったんです。こういうことが人間の体では多々起きてるんですね。ですから、なかなか治らない痛みって、他に原因が隠れてるんですよ、結局。なるほど。はい。なので、右に至っては、この手首の影響で肘がやられてたんです。ところが、ゴルフのスイングっていう動きで考えると、再三申し上げてる通り、足の関節が回転してないと最後に手打ちになって、このテニスのスイングみたいになるんですよ。これだと、そもそもここがおかしくなる関節部分ですね。はい。じゃあちょっと見てみましょうね。まずこれ手首チェックします。やっぱりです。これ痛くもゴリゴリもしないと思いません？手首正常です。そうですか。こっちに比べたら。はい。じゃあなんでこっちが痛いかっていうと、理由が右左違うってことなんです。右は手首をかばって肘がやられた。こっちはそもそも肘がおかしい。ここに関節部分があって痛くなるのここですか？この辺ですね。この辺。こっち側。そうですそうです。これ。これですね。ここで癒着を起こしている。これ覚えててくださいね。痛いですよね。じゃあ取りましょうか。取るとこ。どうでしょうか？気持ちいいですね。若干引いてますよね。これで痛まなくなります。ところが、じゃあなんでここ癒着するのかっていうと、最後手打ちになってます。確かに。言われましたコーチにも。手先が器用だから、最後手でごまかすから、それをやめましょうって言われて。そうなんですよ。じゃあなんでこの環境を作られたかっていうと、こっちが全然回転してくれないからなんですよ。これが回転してくれれば、ここ力入れる必要ないです。スパンってその自然なスイングになるんで。で次に肩外れてますからね。デーブさんの場合は、これ関節っていくつかここあるんですけど、ここがまず外れてるのに加えて、石灰が溜まったって先ほどおっしゃってましたよね。ここでしたね。はい。ここ溜まりますよね。今もたまに痛くなる時あります？ありますね。ありますよね。なんで治りきらないかっていうと、ここの関節のせいなんです。違和感ありませんか？あります。はい。痛いですもん。痛いですよね。これが検査関節。こっちがいわゆる一般的な肩関節。これとこれがずれて、まずここの肩の関節ずれるとどうなるかっていうと、肩の位置でここに行くんですよ。俗に巻き肩って位置に勝手に行っちゃいます。で、これがまず巻くんで余計に邪魔されるんです、スイングの時に。この位置だったら自然ですけど、最初からこの位置なんで、突き上げを食らってる感じなんですよ、首が。なので、回りづらいっていうのが一つですね。で、もう一つは、検査関節、ここ。これは腕をガチャンと胴体に連結する関節なんですけど、デーブさんの場合ここがずれてこの位置に行ってます。この状態だと何が問題かっていうと、この奥に腱板っていうのが通ってるんですけど、腱板が挟まっちゃうんですよ、関節の隙間で。なので挟まった腱板がここで癒着を起こすんです。これ
はい、これクリティカルポーションって言います。痛いですよね。痛いです。はい、多分デーブさんしかわかんないですけど、私が急所を触ってるのわかります？だいぶ痛いですよね。はい。このしこりがあると伸び縮みができないんで、痛かったりすっきりしないです。はい。まずこのしこりを取って、その後にこの関節の位置をこうなってるのをこう戻して、でこれがこうなってるんでこう戻しますから。じゃあまずこのしこりから取りましょうか。これがクリティカルポーション。これ鍵盤が挟まってる状態。これね。じゃあ取りますよ。よいしょ。どうですか？全然違いますね。はい。これで今しこりみたいなの取れました。ゴリゴリしませんよね。次にこれがずれてますからはめましょうか。これですね。ここのところ。この角度で触った時に本当は肩の関節で触れないんですよ。ところがこれ今なんか触ってますよね。骨が出る位置までずれてるんです。これはめ直しますよ。はい。どうですか？気持ちいいですもんね。痛くも痒くもないですよね。最後に腕を連結するここですね。はい。これを戻しとかないとまたここで挟まっちゃうんで、ここが。はい。じゃあこの硬さ最後覚えておいてくださいね。ここのところ痛いですよね。この関節を戻すとどうなるか。よし、はまりました。聞こえました？聞こえましたね。これどうですか？硬さ。気持ちいいです。痛くないですよね。はい。関節の問題が解消されてないから何度も痛くなっちゃうんですよ。これで完全な状態です。肩も。はい。腰いってみましょうか。はい。さっき痛み止めを飲まないときついということで、右側ですよね。右側。これ腰のどのエリアが痛いかによって原因変わってくるんですよ。はい。どこが一番気になります？ここ。これって痺れとかあります？お尻に。痺れはなくて、例えばラウンドしてて、僕今日歩くんですけど、ジョイントだけ乗るんですよ。ホールバイホールは。前の組が詰まって座ってるじゃないですか。後方も座ったらもう立つが、痛い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 ってなるんです。カートから乗って止まるの勢いでポッて立つと大丈夫なんですけど、座っちゃってたらもうそこで今度固まって。はい、なるほど。一番の原因はメインとなる腰の筋肉ですね。これ腰方形筋ってあるんですけど、これが縮こまったまま骨盤の際でくっついちゃってるんですね。痛いですよね。この腰の筋肉が縮こまってこの骨盤の際にベタってくっついて伸び縮みができない状態にされてるんです。だからその状態で伸び縮みをさせる。例えば立ってから座るっていうのはグイってこうやって伸び縮みが起きてるわけですよ。ここでくさびが打たれて邪魔されてるから綱引きみたいになった時にいててってなってるんです。なのでこれが剥がれないと治らないと。これやってもらったことあります？ないです。はい、じゃあ今日初めて剥がしましょうね。いきますよ。痛みどうですか？ないですね。はい。これで伸び縮みできるようになりましたから、はい、立ったり座ったりしても痛くないです。もうさっきとお話同じなんですけど、なんでこの状況になったのかってことですよ。足を気にしながら回転させてるから。だからここのねじる筋肉の使い方が不自然でうまくいかなくて、無理がたたって固まってきたんですね。ですから足を完全に直していかないとまたなります。これやってもらった時はいいけどねになっちゃうんですよ。よく感じることありますでしょ？ありますね。それは治療がいいものなのは間違いないんですけど、治す環境を作る要素の何か足りてないと、やってもらった時はいいんだけどねってずっと繰り返すことになっちゃう。確かに。で次にここの右の腰、これ違和感ありません？ありますよね。痛いです。右に大きく曲がってます。はい。なのでこれもよいしょって戻さないと、こう回した時にぎっくり腰になるといけないんで、このインナーマッスルがこっちからこうやって支えようとするんですよ。だからここ固まっちゃうんです。痛いですよね。これもぎっくり腰になる要素です。腰は昔強く痛めたことはありますか？高校の時になんか腰痛くなって、とんかつ先生っていう昔からありますね。それ入ってからそんな出たことないですよね。ああ、そうですか。とんかつ先生が良かったのかなと思ってたんですけど。そうですね。骨の歪みを取ってくれてたんだと思うんですけど、今はかなり歪んでらっしゃって、やっぱこれも戻しておかないと、結局はここを軸に上半身も回転していきますから、ここが歪んでると歪んでることが当たり前のスタートの回転になるから、変なねじりになるわけですよ。まっすぐねじりたいところを斜めねじりになったりとか、その修正を最後腕でするってことなんですよ。ですから綺麗な軸の通った回転ができるためには全部これを綺麗に直さないといけないんで、じゃあちょっと直していきますね。はい。じゃあ聞いててくださいね。聞こえます？聞こえます。これ私の手の骨じゃないですよ。僕の骨ですか？そうです。デーブさんの背骨がはまってると。不思議ですよね。今度左側。これ左の背中の癒着もすごいですね。後で取りましょうね。はい。
わざと今1個はめなかったんですけど、もう一つの技があるんで、ちょっとそれで直しますね。これ痛いですよね。はい。これをこういうふうに動かすんですよね。はい、今はまりました。聞こえました？聞こえました。これ痛みどうですか？ないですね。はい、首も直させてくださいね。はい、額をつけていただいて、頸椎チェックします。お、すごい首の筋肉優秀ですね。ただここで癒着していて、ここですこれ一番痛い。痛いですよね。曲がってないとここうなんですよ。曲がってるとここうなります。痛いですよね。で、こことここで支えてる感じ。頭を。これが右に曲がって、これが左に曲がって。なのでこれちょっと直したいんですけど。ここ触らずに直しますから。これをこうするんですね。はい。これで全部直りました。触ってみましょうか。どうですか？なんでですかね。触り方チェックはしてんですよ。なんか痛くないように触ってんじゃねえかとか。あ、疑いながらやってくださったってことですね。めちゃくちゃ斜めに言いますから。でも大事で、結局私がやらせだと思われちゃうと、私にかかる人みんなうさんくさくなっちゃうんで、疑ってください。先生、見た目も怪しいっすもんね、なんか。そんなことないですよ。なんかちょっと違いますよね。全然怪しくないですよね。よしきの匂いがしますよ。いや、それは遠回しよしきさんをディスってるじゃないですか。いや、なんかあの人も不思議な空気ありますもんね。あ、そうなんですか。ありがとうございます。まあ、じゃあ光栄ということで。このぐらいの力で人間のその悪いところって調整できるってことなんですね。これの何がいいって、例えば痛いの嫌だとか、ボキボキは怖いって人もストレスなく受けれるっていうのが強みなんですよ。あんな痛いことやる必要ないですもんね。ボキボキはもちろん素晴らしい技術だし、それが好きって人もいらっしゃるんですけど、それがダメな人を助けることはできないじゃないですか。なのでこういう方法を用意しておくと、いろんな人が助かる世の中にできると。いうことですね。あとここヘルニアになりそうですね。縦のカーブがバランスが悪い。これが後ろに来すぎてるんですよ。中に押し込みますね。ボキンっていかないんで心配しないでください。よし。はい。OK です。ではちょっと立っていただいて。はい。おお、めっちゃ。はい。そして足の幅見てください。さっき足を開かないと支えれなかったんですけど、普通の肩幅になってます。あ、違ってます見た目。全然違います。で、関節を意識することです。これが一番重要。手よりも、そう。めちゃくちゃいいスイングです。なんか気持ちいいかも、スイング。アドレスの時なんか感覚変わります？右足が上手に開ける？意識しなきゃ開けなかったです。バランスがいいな。そう。まあ左右対称の動きってやっぱ大事って言われてて、でもこの井上コーチはちょっと入れてもいいし、自分のその日の違和感がないようにしていったから、そこは多分井上コーチの感覚で、だから僕が出てる人がみんないるから、それをこう自分で調整しちゃっていいよってだけで、今それやんなくてもいい、スッと開けますもんね。僕は開いてゴルフが上手になった人なんで、でもやっぱりなんかだんだんこうなってくるんですよね。結局右足首外れてたんで、外れてるところにストレスがないような重心移動になっちゃうんですよ。これが気持ち悪い原因なんです。なるほど。思ってるのと違うんで。明日楽しみですね。そうですね。ぜひぜひ右足首だけ守ってほしいですね。超大事にしてください。意識してですね。そうですね。距離もちょっと戻るかもしれないですね。無理なくできると思いますんで。下使えるような。そうです。足首の位置だけ意識していただいて、余計な力一切出さずに飛びますから。あと先ほどいいお話だったんですけど、階段段差あるじゃないですか。どんなに起伏の激しいとこ歩くよりも段差が一番関節にストレスなんですよ。なので段差はなるべく避けた方がいいです。そうですよね。直してもらってます。そうなんです。だからおじいちゃんおばあちゃんとかも階段上り下りして筋肉鍛えようとするじゃないですか。あれ関節にめちゃくちゃ悪いんですよ。筋肉にいいことは関節に悪かったりするので、両方の視点が必要なんですね。なるほど。良くなったからって歩く必要もない。歩かない方がいいってことですね。まあその平地ぐらいいいんですけど、なるべく段差は避ける。しばらくですね。これが落ち着くまで。なるほど。はい。施術の方終了いたしました。デーブさんどうでしたか？結論は非常に良くなりました。ありがとうございます。何かっていうと血流まで良くなった感じがするんで、なんなら自律神経もちょっと安定したかなぐらいの感じも素晴らしい感じるんですよね。実際に僕本当にこう催眠術の番組出させられてもかかんないんですよ。でかかって押しそうな顔するんですけど、じゃあもう呼ばなかったらよかったでしょ。ボツになったこともあるんですよ。そうですか。かからないっつって。まあそういう人間なんで、触り方もいやみたいなこうやるんじゃないかと思ったんですけど、変わってないですよね。いや触り方変わってねえなっていうのが前半だったんですけど、後半は信じきったんで、よかったです。明日以降が楽しみ。そうですね。はい、ぜひぜひ本来の今パフォーマンスになってますので、ぜひ楽しんでやっていただければと思います。でも大久保さんみたいに悩んでる方
とかに、津川先生のことを調べたいと思ってまして、どういった方に広めたいと今感じていらっしゃいますか？去年コーチやって、一軍監督もやったんですけど、誰もが痛いとこ持ってて、痛いとこがあるとプライベートまで悩みが大きくなってくるんですよ。痛みによって、例えば親が具合悪いっていうのがもう余計痛みと思ってだからそれが解消されると、よし母ちゃん元気に行こうよとかなるのを感じるので、だからよくメンタルが弱くなると全部悪くなるっていうけど、実際は痛みからメンタルも弱ることあるから、だから僕らが監督とかコーチやってる時も川里君なんてのも、どうしても肘がロックしちゃって、その時名古屋に神様って人がいて亡くなっちゃったんですけど、そうなんですか。千代田先生って言っても日帰りで行ってこい、行かして帰ってたらもう肘がこう動いたとか、長生きしてくださいね、それ治す人早く死んじゃって私ですね。世の中にいなくなると困るんですよ。僕の中でで神の手って言われた人3人いて1人亡くなったんで、また3人目が補充していただきました。そう神の手です。今お弟子さんを作る動きをしています。そうなんですよね。みんなお弟子さん作りきらないですもんね。なかなか無理でしょうね。しかも先生のポキってやるだけでそうですそうです。こっちも楽ですよね。痛くないから。ボキボキって不安ある方って年齢層高い方がいらっしゃるんですよ。そうですよね。そのまま殺されちゃうんじゃないかみたいな。だけ言いますね。今4番弟子までいらっしゃる。海外が2人、タンパベイレイズと NBA のアトランタホークスに弟子がいて、それぞれのチームを救ってくれてるんですけども、だから日本でも本格的にちょっと広めていこうと思います。ぜひぜひ。レイズは怪我で今年ゼロ。そうですね。スポーツ障害0人で、もうそれは弟子とメディカルチームが素晴らしいんですけども、去年まで怪我人が多かったのが今年0人、この技術を投入してからですね。なのでそれはもうメディカルチームに感謝ですね。そうですね。しかも触ってはくれるからいいですよね。触んないでえいって言われても僕信じない。そんなわけね。ですね。前ありました。僕手首折った時、雲も消せるっていう先生がいて、ついたって言うから先生びっくりすることは起きるよと。でバサッ出てきて、はい全部来週のって言われて、何も変わりないですか？変わってないねって言われて。同じね感じにならなくてよかったです。というわけでありがとうございました。本当にお世話になりました。ありがとうございました。登録してもらいました。ありがとうございました。ちょっと待って、このぐらいでこっちと、大丈夫なんだよ、右腰が。なんだ、不思議なんだよな。いや、痛くない。以上です。このチャンネルではアスリートをはじめとした様々な方の体の不調を間接に着目して見ていきます。あの人も成立してほしい、こんな人を成立してほしいっていうのがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。いいね、チャンネル登録大変励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。